俺の名前は野上京介。社会人になって9年が経つ平凡なサラリーマンだ。仕事一筋、がむしゃらに食らいついてきた成果が実を結び、最近は業績も右肩上がり。自分の成長を誇らしく思う反面、もっと上を目指して頑張っていきたい気持ちでやる気に満ちていた。本当ですか？ある日、俺の今までのキャリアで一番大きな仕事を任されることになった。上司が俺の普段の仕事ぶりを評価して大きな商談を回してくれていたのだ。相手はこの会社でも重要視されている大口の取引先。昔からの社長のつながりで直々に契約が取れているその会社は、社長夫人の由美子さんが専務理事としてほとんど会社のことを取り仕切っている。かなり気難しい人で、自分の思い通りにいかないことは金と権力で全力で動かすのだと噂に聞いたことがある。会社としても何としてもトラブルを引き起こしたくない相手先。そこに当てる担当者は今までは必ずキャリアがそれなりに積まれている役職のある人間ばかりなのだ。そんな大切な取引に俺を起用しようとしてくれているということは、上司もゆくゆく俺に昇進させようと考えてくれているのではないだろうか。心の中で俺は人知れず簡単の声を上げていた。今までの頑張りが評価されて大きな仕事につながったのだから。まだ自分一人で商談ができるわけではないものの、課長の同伴でこの仕事に携われるということは、自分が担当者としてこの仕事を任されることになるのだろう。このチャンスをしっかりと掴んで今後のキャリアにつなげなければ。俺は熱意を持って当日までの時間をできるだけ詳細にこだわり、商談内容を自分の頭に叩き込んでいった。絶対に失敗はできない。完璧な商談をこなして会社からの期待に応えなくては。やる気を燃やしながら仕事に打ち込み、2週間が経った。今日は待ちに待ったあの大きな商談。俺は気合を入れて準備していた資料を片っ端からカバンに詰め込むと、いつもより早く家を出ることにした。絶対に失敗できないのだから、少し早めに会社に着いて自分で資料の最終チェックと確認をしようと思っていたこともあり、俺は足早に会社への道のりをたどっていた。ところがそんな日に限って、いつも駅から会社へ向かう途中の道が工事で通行止めになっていた。やっぱり少し時間に余裕を持っておいて正解だったな。独り言をぼそりとつぶやきながら、少し回り道にはなるものの人気の少ない歩きやすい路地を選んで俺は会社へと向かった。無心でずんずんと道を歩き進めていると、狭い十字路を通りかかったところで低いうなり声のようなものが耳に入った。俺は気になって辺りを見回したが、特にその声を発する対象は見当たらない。空耳かと思い、さらに道を進むと、次の曲がり角で道に倒れたタキシード姿の男性が目の前に現れた。思わず驚き声を上げたものの、男性は倒れたままさっき聞こえたうなり声を上げるだけで道に横たわっている。大丈夫ですか？駆け寄り声をかけたが、男性は目をきつくつぶったままだ。こんな路地で他人と鉢合わせることは少ないだろう。この男性は一体いつからここでこの状態なんだ？気が動転しながらも、俺は自分のスマホで救急車を呼ぶと、男性に声をかけ続けた。しかし救急車も大通りの工事に行く手を阻まれ、この路地裏にたどり着くまでに少し時間がかかってしまった。俺は自分の腕時計をちらちらと確認しながら男性に声をかけ続けた。意識がなくならないように。でもどこが悪いかは素人判断では難しい。とりあえず男性の着ていたタキシードの襟元を緩め、ベルトを緩めて服の締め付けがないようにすると、出血などの外傷がないかだけ後頭部や足元など目視できる範囲を確認した。特に目立った外傷はなさそうだ。苦しがっている原因はきっと体の中なのだろう。救急に通報してから20分が過ぎた頃、やっと救急隊員が到着。
通りすがりにもかかわらず、男性がはっきりと自分で話ができないことから、第一発見者になってしまった俺に質問が飛び交う。淡々と落ち着いて自分が目撃して通報するまで、そして通報してからの行動も全て答えた。そうこうしているうちに、俺ははっと我に返り、時計を見た。時刻はもう商談へ会社から課長と出発するはずだった時間。目玉が飛び出しそうになる感情を抑えながら、俺は人命救助のために尽くしていた。そしてやっと男性の受け入れ先の病院が見つかった時、俺は救急隊員に自分の名刺を渡して、そのまま救急車を見送った。その後、慌てて来た道を戻り、課長に電話をかけながら急いで取引先の会社に向けてタクシーを飛ばした。俺が取引先に着いた頃には、もう商談が始まって10分以上は経過していたであろう。課長にタクシーの中で連絡が取れたものの、どんな顔をしてあの気難しいと言われる夫人に頭を下げたらいいのだろう。緊張と焦りで吐きそうになりながらも、俺は絶え絶えになった息を整えながら商談の行われている部屋にたどり着いた。扉を開けると、そこには明らかに不機嫌な顔をした由美子夫人と、それにタジタジになりながらも仕事として商談を遂行している課長の姿があった。俺は駆けつけ開口一番大きな声で謝罪をすると、その場に土下座をして心からの誠意を見せた。由美子夫人はそんな俺に大きなため息をついてみせると、何もなかったかのようにそのまま態度を変えずに課長との商談の続きをしていた。俺は由美子夫人が何の返答もしないことから、ここから動いていいのか分からず、ただひたすらその場で正座をして過ごす。課長も助け舟を出そうと時折俺に目配せをするが、夫人はわざと俺を視界に入れないように振る舞っているようだった。やがて商談は終わり、夫人はそのまま席を立つと俺を見下ろす。あんた何のために来たの？遅刻しておいて仕事もできないなんて、ろくな人間じゃないわね。申し訳ございません。課長は慌てて夫人に俺が遅刻した理由を説明するも、後の祭り。一切聞き入れることはなく、むしろ課長がフォローしたことが気に食わなかったのか、声を荒げる。言い訳なんか聞きたくないんだよ。もう二度とこいつを家へよこさないでくれる？そう短歌を切ると、夫人は大きな足音を立てて部屋を出て行った。取り残された俺に課長は肩を叩くと、そっと声をかけてくれた。不可抗力ではありながらも、俺が遅刻をしたことで会社や課長に迷惑がかかったのは間違いない。自分のした行動に後悔はないけれど、やはりいたたまれない気持ちは大きい。あの道を通っていなかったら、俺は普通に時間に間に合って何事もなく商談に参加できていただろう。でも俺はすでにあの道で男性と出会ってしまった。由美子夫人の機嫌を損ねたことで、会社として俺の昇進は白紙に戻ったものの、そんなことよりも俺の頭の片隅にはあの男性の安否の心配ばかり浮かんできていた。数日後、俺は直々に社長に呼び出されていた。商談自体は流れてしまわなかったものの、期待されていたはずの俺は相手先に二度と顔を見せるなと言われてしまったのだから、社長から叱られても仕方がない。いい呼び出しでないのは明らかだし、俺が席を立った瞬間、同行して事情を知っている課長の心配そうな顔が視界にちらりと入っていた。失礼します。ノックをして部屋に入ると、そこには神妙な顔つきの黒崎社長が席に座っていた。俺が前に立つと、目を合わせずに淡々と話しかける。由美子夫人との商談、遅刻したようだね。理由は聞いている。俺は何も言わずに黒崎社長の言葉を最後まで聞いていた。今さら何かを言い訳するつもりはない。課長はきっと俺を案じて社長に掛け合ってくれたんだろうというのは話の節々で伝わってくる。由美子夫人から連絡があってな。どうも君を担当から外すだけでは気に食わないと。君がこの会社を辞めれば
取引は今まで通りに続ける。そうでないなら、すべての取引を中止すると。話の最後を言いよどめる黒崎社長。きっと、会社側からしても、内容的には俺をクビにする理由にはならない。でも、取引を中止させられたら、会社としても大きなダメージを受ける。黒崎社長としては、俺一人が差し出されれば会社を守れるのだから、こうして俺に話すことにしたんだろう。元凶は俺だ。怒らせればどんなことになるのか分かっていた取引先で、俺はやってしまった。会社からは残念だが、君は今日でクビだ。せめて少しでも見栄えよく、君からは会社を辞める形をとってもいい。え？今日ですか？引き継ぎのこともあるだろうと考えていた俺は、突然今日のリストラに驚きを隠せない。しかし、イレギュラーな理由だ。そうなっても仕方ないのかもしれない。俺は黒崎社長に一礼すると、その場で退職願を書き、直接提出。ため息をつきながら部署に戻ると、フロアではざわざわと俺の噂で従業員たちが好奇の目を向けていた。誰に何を言うわけでもなく、俺は着々と机の上の私物を片付けると、直属の上司に挨拶をして、そのまま会社を後にした。新卒で入って一生懸命に働いた会社、終わる時はこんなにあっけないものなんだな。乾いた笑いが出た後、俺はあてもなくふらふらと歩き始めた。どうせこんな真っ昼間に家に帰ってもやることもない。ずいぶん暗い顔だな。重い足取りで歩いていると、後ろから不意に誰かに声をかけられた。思わず振り返ると、そこにはスーツ姿の男性。よく顔を見ると、あの日倒れていたあの男性だということに気がつき、思わず喜びに声を上げた。よかった、無事だったんですね。俺の喜んだ顔が意外だったのか、男性は拍子抜けしたような顔で俺を見つめた。なんだ、変なやつだな。会社をクビになって途方に暮れていたんじゃなかったのか？男性の問いかけにハッとして、俺は自分の身に起きたことを思い出すと、肩を落とした。そうだ、俺無職になったんだ。明日からの生活、どうしたらいいんだ？なんで俺が会社をクビになったこと知ってるんですか？当たり前のように受け入れていたけど、俺はこの男性に会社の話は何一つしていない。驚いて問いかけると、男性は俺を近くの喫茶店に誘い、そこで自分の身の上話を話してくれることになった。男性の話を聞いて、俺は息を飲んだ。彼は本郷さんという元大手化粧品メーカーの社長。俺のいた会社の黒崎社長とは、かつて同じ会社の先輩後輩という仲だったらしく、今でも交流は続いているらしい。しかし、本郷さんの会社は多額の賄賂などが発覚して、数年前に会社は倒産しているはず。大々的にニュースになり、俺ですらその話は認知していた。しかし、事の真相を本郷さんは苦笑いを浮かべて教えてくれた。そこには由美子夫人が絡んでいるという。昔から取引をしていた由美子夫人の会社との商談で、欲をかいたわがままな条件を提示してきた由美子夫人に呆れ、本郷さんはその商談を蹴った。それに腹を立てた由美子夫人は、週刊誌に虚偽の収賄事件をリークし、その被害を受けて本郷さんの会社は倒産してしまったらしい。すべてを知っている黒崎社長は、夫人の言いなりになるしかない。悔しい思いはありながらも、自分も会社を抱える身。表立った協力や下手なことはできない。本郷さんは数年の間に由美子夫人がでっち上げた虚偽の裏付けをすべてかき集め、新しい会社を立ち上げる準備を水面下で進めていたらしい。しかし、俺と会ったあの日、最後の仕上げに出資者とのパーティーに向かっている時に、今までのストレスや疲労が溜まっていたため、体が悲鳴を上げて動けなくなってしまったところを助けられたという。俺の渡した名刺には黒崎社長の会社名が書かれていたことで、
本郷さんは黒崎社長に連絡。俺を自分の会社に引き抜きたいと相談してくれていたようだ。黒崎社長も由美子夫人からの圧で俺を会社から切らなければいけない心苦しさと、会社の他の従業員を守らなければいけないという判断で首を宣告しなければいけない。ならばいっそ俺に会社を自分から辞めさせて、そのまま本郷さんの会社で面倒を見てほしいと掛け合っていたのだ。俺についてきたら後悔はさせない。でも俺が表立って黒崎と手をつなぐことは不可能なんだ。だから君にお願いしたい。由美子夫人の今までの行動を全て明るみにすること。少し戸惑いはあったものの、俺は本郷さんにうなずいた。これはきっと黒崎社長からの願いでもあるんだ。自分の思いを俺に託して本郷さんと由美子夫人の独裁ぶりを壊してほしいと願っているのだろう。それから1週間が過ぎた。俺は正式に本郷さんの会社に就職。社名を変えて新規に始めた事業で初めての商談という名の由美子夫人を追い詰める決行日。商談には俺と本郷さんと共に変装をさせて参加した週刊誌の記者も同行していた。どうやら知り合いのつながりで本郷さんが事前に呼び寄せていたらしい。やがて商談が始まる時間になった。今回は新規の中小企業の会社ということで、会社内ではなく近くの料亭で接待も兼ねたものになっていた。席で待っていると座敷に時間通りに由美子夫人が現れた。しかし俺と本郷さんの顔を見た瞬間、怒りをにじませるような表情を浮かべる。なんであんたたちが騙したのね。夫人からしたら一色のコンビだろう。自分の手で潰した生意気な会社社長と追い出したはずの取引先の従業員、憤慨しているところをなんとかなだめ、とりあえず席に着かせることに成功。仏頂面の夫人に本郷さんが淡々と話し始める。今日はあなたのやった虚偽の収賄事件について謝罪をいただきたく思います。直球で話し始めた本郷さんを一別しただけで、夫人は目も合わせずに口を閉ざしている。あなたが僕の会社にしたことは全て根拠のない虚偽。あなたの会社に圧力をかけられて嘘を証言したという会社からも裏付けが取れています。そうやって本郷さんは自分の携帯で録音した他社とのやり取りを流し始める。会社名や部署もはっきりと明言している上に、話にはかなり信憑性が高い。さらに本郷さんは今まで夫人に圧力をかけられて不利益な契約を結ばざるを得なかった会社の代表たちからの署名。極めつけには夫人と政治家が裏取引をしている録音まで全てを証拠として叩き出した。夫人の顔はみるみるうちに蒼白になっていく。慌てて全ての証拠を消そうと手を出すが、俺と本郷さんはデータが他にも保存されているので無意味であることを告げる。全てを見せられ、今までの行動に言い訳ができなくなった夫人はそのまま混乱して逆ギレ。取れたか？俺が現実だ。本郷さんはしばらくすると記者に声をかける。そこで同席していたのが週刊誌の記者だと告げられて、夫人は力なくへたり込んでしまった。数週間後、由美子夫人の今までの悪事、他者への圧力、そして政治家との裏金問題、すべてを公にされ、週刊誌で大々的に世間に出回ると、会社はあっさりと倒産。社長も夫人に権力を与えすぎたと呆れ、家を追い出されてしまったようで、由美子さんは今では最低限の生活でなんとか生きているそうだ。俺は本郷さんの会社が無事に問題を解決し、新たな会社として今までの取引先を取り戻して大きく成長していくために精一杯協力している。俺の仕事への熱意を買ってくれた本郷さんに、今では社長秘書として働いてほしいと声をかけられている。黒崎社長との関係ももう隠す必要がなくなった本郷さんは、今は一番のパートナーとして大きな信頼関係を築いている。
ひょんなことで目まぐるしい事件に巻き込まれたが、乗り越えたことで俺の人生がより良いものに変わったことに間違いはない。自分の行動に誇りを持ちながら、俺は今日も会社で精一杯の力を発揮している。